はい、それでは今回はヘッドホンをですね、このようにテクスチャリングを施していきたいと思いますと。こんな感じで最終まで持っていければなと思います。そして流れとしてはまずペインターでテクスチャリングして、ステージャーもしくはアフターエフェクツに持っていって動画作成といったところで進めていきたいと思います。はい。ですね、最初はこんな風な状態です。インポートしたときは、3D モデルインポートしたときは、まっさらな状態はこんな感じですね。3D モデルをインポートして、新規画面を作成した際にやっていただきたいこととしましては、こちらの、ここですね、ベイク処理っていうのをやっていただきたいんですね。このベイク処理で何が得られるかって言いますと、こちらに並んでいる、ノーマルマップ、ワールドスペースだったり ID、オクリュージョンとかカバチャーとか生成されます。で、こちらのテクスチャーをベイクを押していただくと、自動的に、ベイクが走ります。それでもこちらはですね、ベイク処理をした後なので、ペインティングモードに戻って、ペイントをしていきたいと思います。まずですね、ここのイヤーカバーの部分からやっていきたいと思います。ここですね。はい。これどんな構造になっているかと申し上げますと、ファイナルを見ると、そうですね。まずここには、ラバー、ゴム素材を使ってますね。ゴム素材を使って、3D のパスカーブでフォールドを描いてますね。で、こっちもゴム素材を使っていて、間だけ色味を変えてますね。で、あとこっちか。こっちはですね、金属のマテリアル、メタルを使ってますね。で、中はちょっとパーフォレーションっぽい感じで、凹凸をつけていますといったところで、じゃあ見てみましょう。ここら辺のラインもですね、こちらで入れている部分となりますね。そうですね。うん。はい。では、ちょっとやっていきたいと思います。そうですね。まず、ラバーローですね。ラバーやって、カラーやって、フォールド。そこまでちょっと行っていきましょう。ラバーロー。こちらをですね、このようにドラッグドロップしちゃいます。はい。まずこんな感じですね。で、こちらが 3D、2D のビューにすると、今現在、こちら、UV 投影になっているんですね。で、UV 投影よりも、個人的に三面投影の方が好きですので、まあ、UV 投影っていうのはこちらの UV の座標に対して上から投影されている感じですね。UV に対して貼られているんですね。はい。で、3D 投影ですと、この 3D 画面に対して貼られているので、例えば三面投影ですね。これ見てみると、そうですね。こっちの方がちょっと普段なら自然に行くような感じがしているので、これで行きたいと思います。はい、そうですね。で、ちょっとタイリングを2とか3とか、ここは好きな方にやっていただいて、で、プリセットもここら辺いろいろありますので、使用していくのもいいかと思います。といったところでこちらを使います。で、今回は、間を、オレンジ色にしているので、そこもですね、変えていきたいと思います。はい。じゃあちょっとですね、こちら、塗りつぶしレイヤーもう一個作っちゃいまして、今回は、これはですね、カラーのみなので、カラーを、オルトクリック、オプションクリックしましょう。はい。そうするとカラーのみになります。で、ここに対して、カル、オーバーレイト、オーバーレイ。はい。名前を付けておきます。で、ちょっとわかりやすく、赤とかにしておきつつ、黒のマスクを追加して、ペイントを追加します。で、ペイント追加して、こちらもですね、UV をポリゴン塗りつぶし、モードをですね、ブラシから、このポリゴン塗りつぶしを選択します。で、今こちらがですね、四角ポリゴンの塗りつぶし、で、メッシュを塗りつぶし、で、UV チャンクを塗りつぶし。UV チャンクっていうのはですね、こちらの UV の、例えば、こういう一つのですね、島になっているところですね。で、例えばこれをやってみると、ここ選択して、ここ一つポリゴンをですね、ピッて選択します。そうすると、この一つの島になっているので、ここの部分は、適用されて塗りつぶされます。ので、このようにですね、ここ塗りつぶされましたね。でも今回違いますので、今回はですね、ここのラインの部分っていうのは一体どこにあるのかと言いますと、
ここですね。ここの間の部分ですね。隙間の部分ですね。ちょっとここ厄介なんですよね。本当はこういうふうにやってピーって塗ろうかなと思ったら、他の部分も一緒に来ちゃうので、間の部分だけを欲しいっていう時は、やっぱりちょっとこちらですね。ポリゴン塗りつぶし。大雑把にこのようにやっちゃいます。はい。こちら、いちいち、これ消したい場合は黒にするんですが、いちいちこういうふうにやるの、入れ替えるのめんどくさいと思います。ですので、そういった場合はですね、X でこのようにショートカットキーがありますので、これでやっていきましょう。で、いらない部分を黒状態にして、このようにですね、はい、やっていきます。で、また X で、こっち側。ちょっとやりすぎかな。ちょっとやりすぎたか。まあ、いっか。はい。で、これ X をして、このようにいらない部分をこういうふうに選択していきます。いらない部分。こうやって、こうやって。はい。こんな感じです。ただ、細かく見ていくと、この辺、この辺デコボコしてるんですよね。はい。で、これがですね、ちょっとこのモデルが、なんていうんですかね。ここら辺三角形がいっぱいあってて、細々してて、結構、ここから修正するのって時間がかかる工程大変だったりもするんですよね。こうやって、わざわざ、毎回毎回やっていったり、ブラシで塗っていくっていうのは結構骨が折れる作業です。ですので、こういった場合は、まあ、ざっくり、本当に、なんていうんですかね、ファイナルプロダクトとして作成する場合はちゃんとやった方がいいんですが、今回はちょっとモックアップみたいなのを作るといった定義でやっていきたいと思いますので、ここら辺はですね、ごまかします。まずはですね、このペイントの上にフィルターを追加して、で、ブラーを追加した後に、ですね、レベルを追加します。で、このブラーした部分をちょっと締めたりとか、こんな感じで。そういった感じでブラをもうちょっとつけたりして、で、またちょっと締めたりとかして、そういったですね、凸凹の部分を極力目立たないようにさせるとか、そういった感じで使っていきます。はい。こんな感じですね。若干やっぱここら辺は、はい、調整した方がいい部分はあるんですが、まあいいや、ちょっと調整しますか。で、こんな感じですね。で、例えば、こちら、今、赤色を入れましたけど、この赤っていうのはですね、この赤を選んでおりまして、今後もこの黒と赤をどんどん使っていきたいよっていうときは、ここのスウォッチですね。スウォッチにプラスすると、この、カラーがですね、登録されます。はい。じゃあ今回はこの黒とこの赤の2色展開といったところで作業をしていきたいと思います。こちら、新規レイヤーを追加して、フォールドと名前を書きます。で、こちらはですね、パスツール。こちらはですね、パスに沿ってペイント。こちらを選択します。で、パスツールを選択して、フォールド。フォールドと入力すると、こちらもですね、フォールドがですね、ありますので、こちらもクリックしておきます。それで、ここにですね、まあ、この辺でいいんじゃないですかね。こうやってペイントしていきます。で、ここのですね、パスを閉じるをクリックして、これはミラーだと、あ、そうか。センターの後ろがここに来ているので、うまくミラーリングができないっぽいですね。はい。で、こちらで、ちょっと 3D ビューのみにしましょう。右クリックをすると、このですね、フォールドのパスの間隔であったり、サイズであったりといったのがですね、調整できます。サイズはもうちょっとこのくらいにしておいて、で、パスをフォロー。こちらをオンにしておきます。で、間隔をですね、もうちょっとこんな感じですかね。で、こちらに関しては、ハイトのみですね。ハイトのみで盛り上げたり、ちょっと下げたりとか。
ちょっと盛り上がる感じでしょうかね。で、もうちょっと間隔を詰めて、こんな感じにしていきたいと思います。ではですね、こちらに対しても、フォールドをかけていきたいと思います。一旦ブラシを選択して、またパスを選択します。先ほど作成したブラシのですね、設定が、次もですね、引き継がれます。はい、こんな感じでペイントをしていきますね。で、若干、ここに、盛り上がり欲しいなって個人的に思うんですよね。ちょっと平坦すぎる気がしますので、この横から見た部分が、もうちょっともりっとしてた方がいいなと思いますので、こちらもパスで作っていきたいと思います。新規レイヤーを作成しまして、で、こちらパスをですね、このように描いていきます。そうするとだんだんと盛り上がった感じがですね、はい、出てきたと思います。では、反対側も同じように、ブラシ選択、パス選択。でやっぱりちょっとここら辺気になりますので、ここの場合はですね、もうフィルター追加の先ほどの同じブラーですね。で、これでこういうふうにどんどんブラーをかけて、ちょっとモデルにもよるんですけれど、ブラーかけるたりすると、ここら辺がですね、うまいこと馴染まない場合が結構あったりします。今回もそうですね。ですので若干ですね、ここはなんか違うシェイプをつけた方がいいな。そうですね。若干ちょっとここら辺見えてますが。まあまあまあ、これはちょっとモデルが悪いということにしておきましょう。はいはい。ではですね、次に、こちらに対してラインを入れていきたいと思います。ちょうどセンターあたりにラインが入ったらいいのかなと思いますね。はい。もう、こちらの 3D カーブで、またセンターあたりに今回はマイナス0.5とかにしておいて、サイズを多分1とかですね。うん。細いライン入ってると結構プロダクト的になんかシャープな感じになるので、かっこよくなるんですよね。それだけで。パスを非表示にしておきまして、またですね、こちらに関しても同じようにフィルター追加しますね。一回今回ちょっとベベルでも試してみましょうかね。はい。ベベル。どんな感じになるのか。そうですね。ベベルだとまた違う感じにはなりますが、ちょっとガタガタしますね。スムージング入れて、ちょっと直して、で、例えばこれで、ブラーを追加すると、ちょっと幅広な感じの、そうですね。ちょっと柔らかい感じですね。ただ、ベベルを、どうしようかな。ディスタンス。そうですね。ベベルなしで大丈夫ですね。はい。まあまあ、こういう手法もありますよといったところで見ていただければ。0. 点、4。そうですね。こんな感じで。で、シフト右クリックでこのようにですね。
環境光を回転させることができますね。はい。では、こちらに対して、メタルのマテリアルを入れていきたいと思います。耳当ての一番外側ですね。本当に、メタルと、でマテリアル。メタルの、で、こちらもですね、黒のマスクを追加、ペイントを追加で、こちらはですね、UV チャンクで多分できますので、ここら辺ですね、やっていきたいと思います。で、X で1選択。で、多分この辺。うん、そうですね。で、こちら UV 投影で今投影しているんですが、そうですね。UV 投影。ちょっとこういう風な感じの部分が出てきちゃいますね。ですので、こういった場合は三面投影。で、ペイントでもうちょっと、えーチャンクをここら辺とか選んで、ここも。はい。で、感じですね。で、色味をですね、先ほどの、スウォッチを選んで、そうか。これはちょっとブロンズにしておいて、ラフをもうちょっと下げて、そうですね。こんな感じですね。で、カラーのみ変えたいときはですね、こちらの、左側のレイヤーのところに塗りつぶしを追加を入れておきます。で、ここは、オルトでカラーのみチェック。それで、先ほどのスウォッチを選択。ちょっとグロテスクな感じになっちゃいますね。ですので、若干色味を上げていきます。はい。こんな感じ。ちょっと高級感じなんじゃないですかね。で、その後にですね、じゃあこちらとサイドの部分と、この中の部分に対してパーフォレーションを行っていきたいと思います。はい。先ほどのこのベベルは消しちゃいましょう。先ほどのこのカラーオーバーレイで作成したマスクをですね、使いたいと思います。まあ、こちらのレイヤーをもうコントロール D で複製しちゃいましょう。で、パーフォ01みたいな感じにしておいて、ここの中に、これちょっと色味をですね、わかりやすく、こういう色味にしておいて、この中にですね、塗りつぶしを追加。で、ですね、ドット。これがいいですね。ドットをこういうふうに追加すると、はい、ですね。タイルをもっともっと。で、こちらをですね、サブトラクトとかにすると、そうですね、この中にだけ入りますね。で、タイルを例えば18とか。で、こちらをですね、カラーオフで、ハイトのみにしておきます。それでちょっとグーッとやって、このドットのところに対して、またですね、フィルター追加のブラー。で、これは0.2とかかな。はい。で、こんな感じでですね、はい。こういったデザインが可能となります。では、こちらの中身もですね、同じようにやっていきたいと思います。こちらはですね、パーフォ2、黒のマスクを追加、塗りつぶしを追加、じゃない、ペイントを追加ですね。まずマスクを選びます。まず、どの部分に割り当てるのかっていうのを選んでいきます。はい。で、この部分。で、先ほどと同じように、こちらのドットをですね、これドラッグドロップで多分いけるんですね。はい。で、タイルを、例えば今度は12とか、いや、まあ、まず18とかですかね。はいはい。で、重なりをサブトラクト。にして、こちらも、ハイトのみでいいので、で、またですね、フィルター追加のブラ。で、ここも0.3とかですかね。もうちょっと、こちらは、例えばスケールをこういうふうに大きくしたりとか。今、ショートカットの F で、センターポジションに来るようになってます。で、最後に、これ結構最後に私がよく使う、
tips、コツみたいな感じなんですが、こちらでちょっとレンダリングイメージ見て、まあ、結構、なんだろう、ここのペインターのレンダリング画像ってすごく優秀なので、いい感じにはなるんですが、他の、なんていうんですかね、ライティングとかをちゃんとしていく上で、結構コントラストが足りないような感じに見えちゃうんですね。でやっぱりコントラスト、実際のものって結構コントラスト強めに出たりもするので、ちょっとこちらでもコントラストを調整しておくといったのを一番最後に毎回やってますね。で、そちらで最初に作成した、ベイクしたマップっていうのを使用していきます。例えば、こちらの All Libraries の左の矢印から、プロジェクトで、ここのですね、アンビエントオクルージョンというマップを使います。で、アンビエントオクルージョンっていうのはですね、物と物の間のところに、影って落ちるじゃないですか。で、それをですね、CG の物理的なライティングの影ではなくて、もうオブジェクトに焼き付けちゃうっていう疑似的な影といったものとなります。はい。で、ベースカラーで乗せて、そうすると、ここのヘッドフォンの、物と物の間ってやっぱりこういうふうに影ができるんですね。ここもそうですね。ちゃんと影ができてますね。で、こちらに対して毎回レベルを追加して、このような感じで、ちょっと影の範囲を調整します。絞ったりとか。暗すぎたら嫌だなとか。こんなもんですかね。で、こちらをノーマルから重ね方をマルチプライにする。そうすると、疑似的な影がここら辺に出てきますね。で、ここの間にもできますね。はい。そうなると、絵が締まると思いますと。今ここで使った、プラスティックグリップのラバーのグリップと、プラスティックグリップとラバーっていうのをメインで使っていきたいと思うので、あとはもう本当同じような感じですね。間の部分、こちらは、はい、コネクターですね。で、こちらに関しても、ですね、プラスティックグリップ。これをですね、こういうのを追加します。で、こちらも、三面投影の、タイリングを3とかにしましょうかね。はい。こんな感じですね。はい。で、ここにですね、イラストレーターで作成した、ヘッドホンのロゴをですね、追加したいと思います。こちらですね。で、こちらが、プロパティを見ると、このようなプロンプト、シンプルグレースケールヘッドホン、ロゴデザインで、こちらもですね、データが作成しましたと。データを作成いたしました。で、こちらをですね、SVG で保存して、ペインターにドラッグドロップしているわけですね。はい、このロゴですね。こちらをこのようにですね、ドラッグドロップします。そうすると、こんな感じで、ワープ投影ですね、今回は。ショートカット E キーを押して、W がこうやった、移動ですね。で、E が回転。で、R がスケールですね。回転を、ドゥドゥドゥそうですね。で、場所を、まあなんかセンターあたりに、このようにして入れておきます。で、こちらがですね、SVG の利点として、今、ラフネスが0ですね。ハイトをこのように盛り上がらせたりとか。だからこちら今回ですね、ちょっと色を、一色にして、アンカーポイントとして使用していきたいと思います。ですので、こちらをですね、レベル追加。レベル追加の、はい、これで真っ白にしておきます。で、この絵に対してアンカーポイントを追加。はい。で、アンカーポイント、こちらのアンカーポイントを、作成することによって、次の、塗りつぶしレイヤーで、この部分に対して、この白い部分に対してだけ影響できるエフェクトっていうのをですね、作成できるんですね。ですので、こちらをですね、目玉をオフしておきます。で、塗りつぶしレイヤーで、例えば、ロゴ、作成しますね。で、こちら黒のマスクを追加して、塗りつぶしを追加。で、この塗りつぶしの中のグレイスケールに、はい、こちらのアンカーポイントを選択して、ここですね、グラフィックトゥーマテリアル、最初の方ですね。でやると、
白がですね、このようにですね、出てきました。で、例えばこちらに対して色味をこのようにしたりとか、できますね。まあ、スウォッチでこのようにしておいて、じゃあロゴ、カラーにしておきましょう。で、こちらをですね、カラーのみ。で、次にですね、こちらを複製しておきまして、ロゴ、ハイトとしておきます。で、こちら、ハイトのみにしておきますね。それで、このようにですね、へこませておきます。で、ここに関して、先ほどの、フィルターのブラを追加します。3とか。はい。そうするとこんな感じでできますね。で、ここカラーとラフも入れておきましょうかね。ラフも0にして。あ、メタルも入れておきましょう。メタルは1にして。そうするとこんな感じで。で、これなぜカラー、このハイトとカラーを別々にしたのかと言いますと、このカラーのみのところに、ハイトも入れて、こういうふうに凹ませることっていうのはできるんですね。ただ、ここに対して、ブラを調整していくとどうなるか。はい。そのカラーの部分のチャンネルもですね、ブラーがかかっちゃって、パキッとしないんですよね。ですので、今回こちらはですね、ハイトは別で作っているということになっています。で、このグラフィックトゥーマテリアルでやる時も同じです。こちらに関して、ハイトを調整することはできるんですけれど、そこに対してブラーをかけてしまうと、内側のグラフィックもぼやくて、ブラーがかかってしまいます。ですので、こちらはアンカーポイントとして、読み込んでおいてっていう感じにしていますね。設定しておいてっていうふうに設定します。はい。で、ここが終わったら、まあ、こちら側も同じようにやっていきます。同じ手順でやっていただくといいのかなと思いますね。ではですね、こっちにも、新規レイヤー作って、ラインをですね、入れていきたいと思います。はい。パスツール 3D カーブで、はい。たまにですね、3D カーブがこのように機能しないときがあります。その場合はですね、ちゃんとデータをセーブして、再起動します。ペインターを再起動します。はい。今再起動しまして、ちゃんとですね、パスの風に、パスのアイコンが来ましたね。ではですね、ここに、まあ、例えば、ちょうど真ん中あたりくらいに、こうやって、こうやって。で、ハイトのみにして、若干このようにやっておきます。で、こちらに関しても、フィルターのブラーですね。ブラー追加で、例えば0.2とか。はい。そうすると、こんな感じですね。もうちょっとこの辺は、まっすぐと言いますか、オブジェクトに沿わせる方が良さそうですね。例えば、で、こちらもですね、同じように、反対側も同じようにやっていきます。といったところで、ここまでこれはですね、終わりでいいんですが、最後に、忘れないようにですね、プロジェクトからアンビエントオクルージョン。こちらのアンビエントオクルージョンは、これですね。はい、こちらをですね、ドラッグアンドドロップします。で、ベースから、はい、ここら辺の隙間とかですね、こういい感じに、はい、で、ギュッと。で、マルティプライで乗せる。で、例えばもし、このアンビエントオクルージョン、いい感じに入ったんだけど、ちょっと濃すぎるなっていう場合は、ここのですね、マルティプライの透明度をですね、不透明度を100からこういうふうに0になくしていくと、その強さをですね、調整することができますといったところでございます。はい。ではですね、最後のセクション、こちらですね。
ちらですね。に参りたいと思います。ここもですね、すごく簡単にやっていきたいなと思っております。多分先ほどもう説明したことを、同じようなことをやってるので、そうですね。マスク分けて、パーフォレート入れて、こういった柄を入れて、みたいな感じですね。まずはですね、こちらもプラスティックグリップ、プラスティックグリップ、プラスティックグリップばっかり使ってますね。三面投影で。で、こっちは3。まあ、これがベースとしておきまして、まあ、このままでも結構十分かっこいいんですがね。はい。ちょっといろいろせっかくなのでやっていきたいと思います。で、例えばカラーオーバー、カルオーバーみたいな感じで作って。で、こちらはわかりやすいように、スウォッチのカラーを選択して、黒のマスク追加、塗りつぶしを追加しておきます。違う、ペイントですね。ペイントを追加しておきます。で、マスクをですね、作成しますね。これがですね、UV チャンクのこの部分ですね。はい。そうですね。で、このマスクを作成しておいて、お、そっか、ここに対してアンカーポイント追加しちゃって、で、これ、パーフォレートをまず作っていきます。で、黒のマスク追加、塗りつぶしを追加。で、ここでアンカーポイントのカラーオーバーマスク。はい。で、ここに対して先ほど使ったドットですね。はい。こちらをですね、このようにドラッグドロップしておきます。はいはい。で、タイルは例えば12とかですかね。もうちょっと16とかでしょうか。うん。いいですね。で、こちらは、サブトラクト。はいはい。で、こちらはハイトのみにしておいて、こうやって、そうですね。そうすると同じような感じできましたね。で、ここに対しても、フィルターのブラを選択。で、効き具合を0.3とかにして。で、もうちょっとスケール大きくしたかったら、この辺大きくしちゃって。はい。いいと思います。で、塗りつぶしレイヤーを追加しまして、例えばデザインっていう名前にしておきますね。で、黒のマスクを追加で、今回も、このカラーオーバーマスク以外のところを、それに割り当てたいので、例えば、塗りつぶしを追加の、このアンカーポイント、これ。で、こちらをですね、フィルターを追加の反転したいと思います。フィルター反転インバート、こちらですね。こちらを使用して、はい。そうすると、ここの部分にだけ、塗りつぶしが効くよ、みたいな感じですね。で、もう一個塗りつぶしを追加して、例えば、なんかの柄。ヘキサゴンでもいいんですけどね。これをですね、このように入れたいと思います。で、こちらもサブトラクト。はい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 。あ、良さそうですね。タイルはもうちょっと、タイル4くらいで良さそうですね。で、こちらはですね、どうしようかな。ファイトなしの、ノーマルなしの、カラーはスウォッチ入れて、メタルとラフは、こんな感じ。はい。そうすると、こんな風な感じですね。きますね。うん。はい。とりあえず、ちょっとざっくりですが、こんな感じで完成にしたいと思います。あ、オクルージョン忘れてましたね。失礼いたしました。アンビエントオクルージョン。はい。こちらをドラッグドロップのベースカラーにして、レベル追加で、まあちょっとこれはこんな感じで黒強め。若干ここら辺とか、なんか使用感が得られるような感じの汚れが出てきますね。はい。で、これでマルティプライ。
で、ちょっとやりすぎだなと思うので、こんな感じですかね。はい。はい。で、こちらでレンダリング画像を見てみると、うん、いいんじゃないでしょうか。はい。では、こちらをですね、ステージャーに送信したり、アフターエフェクツに、送っていったりっていうのをですね、やっていきたいと思います。はい。それではですね、まずは、ステージャーに送信をしていきたいと思います。こちらのですね、ファイルから送信先、サブスタン 3D ステージャーに送信。こちらをクリックすればですね、自動的にステージャーの方に送信されます。またですね、アフターエフェクツに送信。こちらもですね、アフターエフェクツの方にですね、自動的に送信されます。それではやっていきましょう。はい、こちらがですね、サブスタン 3D ステージャーに送信された、ヘッドホンとなっておりまして、今回ですね、新しい機能でございます。こちら、ジェネレイティブバックグラウンドをですね、使用しております。こちらですね。こちらですね。で、こちらはですね、このプロンプト、画面手前に置かれた岩の台座、プロダクトデザイン、コントラストライティング、背景に赤い鉱石。ちょっとこういったこのデザインの感じのメインのカラーとなる赤をですね、基調とした背景をですね、作成してみました。で、こちら縦横比正方形で作りまして、まあ、タイプは写真ですね。で、ちょっとライティングをですね、ドラマチックな照明にしております。で、こちらで生成すると、このようにですね、4枚画像が、生成されます。で、ちょっとやっぱりこの、プロダクトデザインがですね、結構メインに、センターに来るように、こちらのですね、背景の台座の方はですね、ちょっと画面より、センターポジションより下位置になるようにですね、うまくですね、生成されたと思います。で、こちらですね、こちら、例えば違う画像も見てみましょうか。こっちの方がいいかな。こんな感じで、今、ライティングも変わりましたよね。それでですね、こちら、やはりですね、ステージャーの環境光とですね、カメラのパースを自動的に合わせてくれるんですね。で、こういうふうにやって、で、例えば今回ですと、環境光を、ちょっとですね、ライトをですね、環境光を、200%とかにしたりして。はい。で、ちょっとレイトレーシングに見てみましょう。で、ちょっとグリッドをですね、非表示にして、うん。いい感じですね。はい。こういった感じでですね、すごく簡単にプロンプトでですね、背景を生成して、その画像に合ったイメージ、そういった 3DCG に合ったイメージというのをですね、コンポジットしていくことが可能となります。で、こちらで私はいいなと思ったので、レンダリングを行っていきたいと思います。こちらレンダリング画面に行きまして、例えば開始ですね。はい。こんな感じですね。簡単にレンダリングも行いますので、ぜひぜひ、皆様お試しください。それではですね、アフターエフェクツの方も、参りたいと思います。はい。それでは始めていきたいと思います。まずですね、今回最終的なコンポジットとして、このような動画をですね、作成しました。くる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 回って、ワンショットになって、いろんなところがフューチャーされているといったところですね。この後半のですね、コンポジットの仕方といったところを、基本的なところをですね、このチュートリアルで押さえていきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。まずですね、こちら、ペインターから、アフターエフェクツに送信で出力したヘッドフォン V001GLB となっております。これをですね、もう一旦、まずはじめですね、こちらのコンポジションにドラッグドロップしまして、新規コンポを作りたいと思います。はい、そうすると、こんな感じですね。いきますね。で、一つですね、注意事項がございまして、こちらですね、例えば、このキーボードショートカットの R で回転が出てくるんですが、これ Y ロテーションしてみるとですね、こうやって軸がですね、ちょっと離れてるんですね。オブジェクトとこの軸がですね、回転軸が離れておりますので、ここをちょっとですね、直していきたいと思います。まずはですね、これ0にしまして、その場合、まあ、こういうふうにやってから、軸を直すのもいいんですが、ここはですね、ローテーションは0のままですね、調整していきたいと思います。でですね、カメラのビューを切り替えたいので、ここのですね、アクティブカメラから、トップを、選びます。で、ちょっと画面をちっちゃくしまして、で、こちらですね、こちらですね、アンカーポイント、アンカーポイントツール。これをですね、このようにですね、
こういうふうにやっていきます。はい。そうすると、トップから、真上から見た状態ではこのようにですね、中心に来てますね。で、他もですね、確認していきたいと思います。レフト。うん、レフトも大丈夫そうですね。一番下に来てる感じ。バックももちろん大丈夫です。で、フロント、ライト。はい、大丈夫そうですね。ですので、ここだけですね。調整しました。で、こちらに戻しまして、Y 軸をこのようにして、まあ、大きさはですね、大きさを変更したいときは、キーボードショートカット S ですね。で、このように、はい、編集できますね。調整できます。でですね、こちら、その状態でも構わないのですが、まずはですね、HDR のライトをですね、反映させてみたいと思います。今回ですね、こちらを使っております。はい。こちらのですね、HDR をですね、使っておりますと。ですね。で、これをまずですね、コンポの中にドラッグアンドドロップしまして、目玉はですね、非表示にしておきます。で、その次に、こちら、コンポの中で右クリックをしまして、新規作成のライト。こちらですね。ライトをですね、追加します。で、こちらが今、ポイントライトになっているのですが、このライトタイプをですね、このエンバラメント、環境に変えます。環境項ですね。はい。そうするとですね、今、デフォルトの、環境項が設定されているのですが、ここをですね、こちらにですね、変更しておきます。はい。そうすると、ライティングが変わりましたね。で、こちらトランスフォームから Y のロテーションなどでこうやってですね、環境項をくるくる回転することができますし、もちろんこちらアニメーションもできます。で、環境項の強さ、今100%となっておりますが、250%とか、ちょっとやりすぎですね。150%でちょうどライティングがここにピカーンとくるような感じっていうのもですね、変更することが、調整することが可能となっております。まあ、ここのライトのですね、環境光を回すアニメーションも結構かっこいいかなとは思います。はい。それでは、モデルとライトを、読み込んだ後はですね、まずですね、この状態のところからまだアニメーションを始めないでください。こちらでですね、新規レイヤーから新しいカメラをですね、作成します。はい。で、こちら基本的にカメラの動きで、このようにですね、Z を動いたりとか、先ほどのようにですね、このオブジェクトの周りをカメラがくるくる回る演出っていうのもですね、作成したいと思います。はい。で、その場合ですね、カメラがですね、オブジェクトの周りを回るのって、このカメラ一つだと結構厳しいんですね。例えば、トップから見ると、現在ですね、カメラがここにあります。で、カメラを、このオブジェクトの周りを、回転するためには、一回こっちにキーフレーム打って、Y をこういうふうに回して、例えばですね、ポジションを、動かないか。ポジションを、例えば、このようにしてから、カメラをこういうふうに回す、みたいな感じのことをですね、やらなくちゃいけないんですね。で、それをいちいちキーフレームで、作成するのはですね、難しかったり、すごくめんどくさかったりしますので、今回はですね、ヌルオブジェクトを使用します。はい。で、新規レイヤーから、ヌルオブジェクト、こちらですね。こちらをですね、はい、このヘッドホンの、中心に来るようにしておきます。トップから見たら OK ですが、フロントから見ても OK ですね。はい。で、アクティブカメラにしまして、で、ヌルオブジェクトもですね、3D レイヤーにしておきます。で、こちらもですね、このペアレントリンク、こちらをですね、こうナルトのような状態のアイコンをこのようにですね、ペアレントしちゃいます。そうすると、今ですね、ここが変わりましたね。ヌル5になりましたね。なんから、ヌル5に変更されました。ですので、このヌルが回転すると、カメラが回転するようになっております。はい。これでもうスムーズに、カメラのですね、回転がオブジェクトの周りで行うことが可能となります。はい。それではですね、早速、アニメーションをつけていきたいと思います。ではですね、
こちらコンポ30秒もいらないので、例えば、まあ、15秒とかにしておきましょうかね。15秒のコンポにしておきまして、コントロール K やコマンド K で、このようにですね、コンプのセッティングが、現れます。はい。で、ここで画角サイズとかも変えられますね。はい。こちらは OK ですね。で、例えば、最初、奥から出てきて、決まりの絵になるっていうところからやりたいと思います。例えば、まあ、2秒かけて、決まりの絵になる感じ。ですので、こちらもカメラをこのようにですね、動かしていきまして、まあもうちょっとこんくらいですかね。で、ちょっとヘッドホンの位置をですね、微妙に下にずらします。で、真ん中、ちょうどセンターに来るような感じですね。センターがわからない場合は、こちら、タイトル、アクションセーフだったり、グリッド、あとルーラーっていうのもですね、結構ですね、助けになりますね。ルーラーオフにして、こちら結構私、個人的には、昔タイトル入れてたこともあったりしたので、よく使いますね。はい、この辺で、例えば、カメラのポジションをですね、タイマークリックしておきます。で、例えば0秒の時には、もっとより遠く、カメラと、オブジェクトが離れている状態から。で、このようにふっとカメラ前に来るアニメーションができました。で、ここからですね、ヌルのローテーションで回転をですね、行っていきたいと思います。はい。ここで大事なのはですね、ヌルでは、回転のみ。だから例えば、ローテーションコントロール、CTRL とか。で、カメラはポジションのみ。っていうことをですね、ルールとして決めておいた方がいいですね。で、こちら、もう親子関係しておりますので、ここのですね、ラベルをですね、同じパープルとか見やすい色に変えておきたいと思います。目立つ色ですね。で、このように、グッと来た後は、ちょっとカメラがですね、回転しまして、どこを見せるかといったところが重要となります。で、Y ローテーションで、まあ、15フレかな。この辺で、ちょっと、こんな感じとか。で、ここから、こんな感じになったら、ここにヘッドフォンの、まあ、まずですね、ノイズキャンセリングといったところをですね、注目したかったので、どっちにしましょうかね。どっちの方が、なんか、収まり的に、個人的に好きかな。で、ちょっとだけ Y ローテーションをこういう風にして、こうですかね。で、ちょっと Z をこういう風に正体に持っていってあげて、で、X と Z もキーフレームつけちゃいます。で、こちら0で、0。まずはですね、そうすると、こんな感じの、ふっていうアニメーションができますね。ふそうですね。で、こちらはですね、もうちょっとですね、カメラ寄った方がいいと思いますね。こんくらいですかね。で、若干、こういうふうに、ちょっと下から見上げるような感じ。シュッ、みたいな感じ。で、ここからですね、例えば、3秒後、5秒、まあ4秒15でいいかな。いや、5秒15にしておきましょうかね。で、ここでじわーっとゆっくりこのようにですね、回転をしておきます。じわー。で、ここもですね、若干、こうやって、こうやって、こうやって、若干、ですね、キーフレームをこのように動かして、こうやっておきますね。はい。こんな感じで、ですね、カメラのアニメーションはですね、つけます。まずはここで大丈夫です。はい。で、ここに対してですね、文字を打っていきたいと思うんですが、ここのポジションっていうのが結構難しいというか分かりづらいと思います。ですので、そういう場合はですね、ここのヘッドホンのポジションっていうのをですね、コピペするんですね。例えば、じゃあ、普通に、まあ、ノイズキャンセリングと打っておきますね。で、こちら、
はい、黒にしておきますね。ノイズキャンセリングと打っておきます。で、こちらを、3D レイヤーにしておきます。そうすると、こんな感じの場所に来てしまいます。ですので、ポジションをこちらコピーして、コントロール C して、コントロール V します。そうするとこういう風に来ますね。今、どんなポジションに来ているのかと言いますと、トップから見ると、この辺ですね。で、カメラがここですので、多分、ここら辺に来てほしいんですね。ですので、ちょっと X と、Z をこのようにしまして、ちょっとアクティブカメラに戻ります。あ、ちょっと来ましたね。で、回転をですね、ちょっと調整しますね。こうして、Y をちょっと正対するように。で、Z をこう。で、ポジションをもうちょっと調整して、ノイズキャンセリング。はいはいはい。で、他の角度からですね。あ、こうすると、このようにですね。一応、こんな感じでですね。ちゃんと文字がついてきているのがわかるかと思います。ちょっと他もですね、見てみましょう。フロント、レフト、そうですね、Z をもうちょっと奥側にして、はいはい。そうですね。これで、よりついてきてると思います。そうですね、そうですね。はい。この感じでちょうどいいかなと思いますね。で、もうちょっとポジションをこのようにして、ですね、どうしようかな。ちょっとこうして、こうして、ノイズキャンセリングの文字がちゃんとこう来るような感じ。で、83はちょっと大きすぎるので、まあ50とかにしておきましょうね。で、どうなるか。ちゃんとついているか。はいはい。あ、ちゃんとついてする感じですね。このようにしてですね、文字をですね、やっていくんですが、私はですね、ここで文字をちょっとやっちゃうのは、後々編集するのがですね、結構、なんだろう、煩わしいと言いますか。若干ちょっとめんどくさい部分がありますので、こういう場合は、そういう場合はですね、新しいコンポを作ってしまいます。コントロール N で、例えば、テキスト、ノイズみたいな。で、こちらはですね、1024とか正方形ピクセルにしておきます。まあ、もちろん2048とかでも大丈夫です。で、ここの中にですね、まあ、テキスト打っちゃいます。こうやって。で、ノイズ、キャンセリング。で、こちらをですね、まあ、100とかにしまして、まあ、PS、スケールこういうふうにして、センターをアラインツールで、このように、左右上下やっておきます。で、こちらダブルクリックして、ですね、オプションを押しながら上下の上キーとかでやると、このようにですね、文字間をですね、縮めることが可能となります。はい。はい。こんな感じでできましたね。で、こちらをですね、先ほどのヘッドフォン V002 に持っていきまして、こちらはですね、3D レイヤーにして、ポジションをコピペして、ローテーションもですね、コピペしておきます。XYZ をコマンド C の XYZ をコマンド V。で、こちらの、大きさ、レイヤーの大きさをこのようにですね、ちっちゃくして、もうちょっと P をですね、こうして、Z をこうして、P をこうして、Z をこうして、で、これ目玉オフにしちゃいますね。で、ちゃんと、ついてきているか。あ、大丈夫そうですね。ですね。で、もうちょっと画面に対して正対したいときは、Y のロテーションをこのようにして行います。
で、例えば今、決まりのですね、もうこちら削除しておきますね。でヘッドホンの上の方にレイヤーを置いて、決まりが今どうなってるか。ここでピュッと出てきて、じわーってなる。みたいな感じでですね、やっていきたいと思います。ではですね、こちらを、キストノイズを選択して、こちらですね、マスクツールをですね、レクタングルツール、これダブルクリックしちゃいます。そうすると、マスクがですね、このようにできます。で、こちらちょっと淡いブルーはですね、見づらいので、なんか、ショッキングピンクとか、ちょっと見づらいな。黄色とか。見やすいですね。で、例えば、1、2、3で、現れるようにしておきます。で、マスクのですね、アニメーションも、もショートカット M でですね、マスクパスができますので、こうやってつけておきますね。で、1、2、3。で、こちらをですね、マスクをダブルクリックして、このようにアニメーションをつけちゃいますね。そうすると、カメラが打ってきて、それで、シュッて出てくるわけですね。はい。シュッてですね。で、こちらをですね、マスクのですね、マスクのぼかしをですね、もうちょっと、今、すごいはっきり、バシッと切れてるんですが、こちらのマスクのぼかしをですね、このように調整します。そうすると、もうちょっとフェードイン、フェードアウトみたいな感じで出てくるようになりますね。それではですね、基本的なアニメーションの仕方としては、こういった感じなんですが、これからですね、ちょっと大事なアニメーションに対して大事なところ、イージー、イーズといったところをですね、調整していきたいと思います。まずですね、こちらのアニメーション全部に対しまして、ロテーションコントロール、カメラをですね、選択して、U、ショートカットキー U をですね、押します。そうすると、現在アニメーションが付けられている、そうですね。こちらが、キーフレームですね。が表示されます。で、キーフレーム全体を、選択しまして、キーフレームアシスタントの Easy Ease、これをクリックします。そうするとですね、アニメーションのカーブがですね、こちらグラフエディターで見えるのですが、一つ一つやっていくと、まずですね、カメラ1が、遠くから近くにオブジェクトが来るところ、ここを選択しまして、キーフレーム選択しまして、このグラフエディターを選択します。そうすると今、アニメーションのですね、カーブがこのようになっております。はい、このインが滑らかに入ってきて、滑らかに、アウトまで行くみたいな感じですね。で、もうちょっと、シュッと来てほしいので、最初のですね、ですね、こちらのキーフレームを選んで、このようにします。そうすると、どんな風に見えるかと言いますと、シュッちょっとここで加速しているのがわかりますね。で、もうちょっと、この加速域をですね、ズワッと、やりたいと思った場合は、ここをもうちょっとこういうようにします。そうすると、ここでトップスピードに跳ね上がると言いますか。はい。じわーっと来て、シュッ、なります。シュッで、シュッ。これがですね、やっぱアニメーションのメリハリにとってすごく重要なところでありますね。で、ここもですね、ちょっとピタッと止まって、じわーっていうふうに、なんていうんですかね、近づいているアニメーションにはなっているんですが、ここのですね、ここをあんまり止めたくないぞと。ここで一気にピュンって下に降りたくないぞというときはですね、ここをですね、ここのキーフレームを、コントロールクリックします。2回します。そうすると丸になります。それがですね、こうやってちゃんと先ほどのピタってなってるわけじゃなくて、ちゃんと滑らかにこのようにアニメーションが継続されていきますっていうところですね。はい。では同じようにして、こちらもですね、やっていきます。こちらのグラフを見ると、このようにですね、今、スピードグラフになってますね、ちゃんと。このようになってます。ここもですね、もうちょっとじわっとして、シュッとなりたい。良さそうですね。
ちょっと見てみましょう。いいですね。メリハリきてますね。で、次はですね、ここですね。こちらもですね、滑らかにやっていきたいので、コントロールで2回クリック。はい。そうすると、こんな感じになりますね。ではですね、まあ、7秒くらいでちょっと止めておいて、シュッシュッで、このノイズキャンセリングもちょっと、ぬるい出方になっておりますので、ここはですね、1、2、3、1秒出てるのをですね、半分のキーフレームにしたいと思います。15フレですね。で、ここもですね、イージーイーズをかけちゃいますね。イージングをかけちゃいます。で、シュッと出てきたいですね。再生してみます。うんシュッうんうんいいですね。ちょっとぬるぬるっと動いてはいるんですが、もうちょっと、ここの回転をですね、もうちょっとゆっくりにしたいなと思ったときは、もうここのですね、終わりのキーフレームをこのようにちょっと伸ばしちゃうとか。そうすると、ちゃんと文字が読める範囲内でアニメーションが、完了することがわかるかと思います。ここに対して、先ほどの作例ではラインがついてたと思うんですが、それがですね、二つ方法がございまして、先ほどの、テキストを打った時のようにですね、ここに当てはめるか、もしくはもうこのコンポの中でやっちゃうか、このコンポの中でやる方法をですね、ちょっとご紹介しますね。そしたら、例えば、ここに対して、ですね、このシェイプレイヤーをですね、こうやって使いますね。はい。で、こちらがですね、このシェイプの、レイヤーコンテンツからシェイプ選択して、パス、ストローク。ストロークがですね、オパシティ、そうか。ですね、これが、フィルがですね、フィルなしで、そうですね、こうなりたいですね。で、ちょっと見てみますと、もうちょっとこっちをこのようにして、で、ノイズキャンセリング。で、ストロークをですね、例えば、もうちょっとこう、まあ、10とかにしようでしょうかね。で、こちらのですね、ノイズキャンセリングを100ではなくて、まあ、50にしておきまして、で、もっと、こんな感じ。で、こんな感じ。ノイズキャンセリングで、もうちょっとこうやってやっておきます。で、例えば、これが、1、2、3。で、このシェイプレイヤーがですね、パスがパスのストロークがですね、シェイプを選んで、こちらアドですね。アドからですね、トリムパス。こちらを選択します。追加します。そうすると、こうやってスタートとエンドを調整することができるんですね。で、こちら1秒で、いや、15フレでエンド。で、こんな感じ。で、こうなって、先ほどですね、マスクで作ったんですが、このノイズキャンセリングをですね、この中でもうやっちゃいたいと思います。あ、こんなマスクになっちゃった。でですね。で、こうですね。で、これでマスクをですね、パスをクリックして、
で、ここで、押します。で、マスクのフェザーを、100とかにしておきますね。で、こうやって。いいしょ。もうちょっと、ここは、ですね、滑らかに混ざり合いたいので、こんくらいですかね。うん、こんくらいですかね。はい。で、100はちょっとやりすぎかな。まあ、50とかにしておきましょうかね。ここで、ですね、マスクがもうちょっとこうか。うん。こんな感じで。で、こちらもですね、同じように、キーフレームでイージーズをかけておきます。まあ、ここはそのまんまでも、うん、良さそうですね。ゼロですね。うん、良さそうです。では、こちらをですね、上のコンポで見ていきたいと思います。どうなっているか。そうすると、今ですね、ここから、アニメーションが始まっておりますので、もうここでアニメーション終わっちゃってるわけですね。この24フレで。こっちのコンポも継続してそれは、なされますので、例えばこのマスクをですね、消去します。そうすると、もうすでにですね、ここで出ちゃってるんですね。で、これは良くないぞと。本当は欲しいのは、ここで決まってからのアニメーションが欲しいんだぞと。で、ちょっと、ですね、スケールとかを、ポジションをですね、調整します。でまあ、ここですね。まあ、ここですね。まあ、少し Z ずれてるかな。ですね。で、ちょっと、ポジションを変更しつつ、Z がずれないように、まあ、そうですね。こんな感じですかね。で、ここから始めたいぞというときはですね、こちらをレイヤーの中のタイムの、タイム、エネーブルタイムリマッピング。こちらをですね、クリックしておきます。そうすると、そのタイム、ここの中のテキストノイズの中で作成したアニメーションを上のコンポで調整できるんですね。タイムリマッピングですね。ですので、このタイムリマッピングをですね、選択して、もう、ここの始めたいところに、こうやって頭とお尻をですね、持ってきます。そうすると、先ほどの下のコンポで作成したアニメーションがこのようにですね、追加できるわけですね。こっちの方が編集しやすいですね。で、こちらで、例えば、シェイプをですね、ですね、パスを、こちらのストロークをですね、ウィズスを、例えば、6とかにして、ちょっと細めにしたりとか。で、ここに対して、ですね、サークルを、ラウンド、違うな、こっちか。これをこのように追加して、このようにどんどん追加するときは、本当に 3D コンポだと結構ですね、あの、厄介と言いますか。こちらを、フィルをですね、こちらか。こうしまして、ストロークは0。で、まあ中心に来るようにして、で、こうしておきましょうね。もうあとはこちらはですね、オパシティをこのようにしとくと、こんな感じですね。で、見ると、こうやって見ると、こんな感じですね。はい、ちょっと見てみましょう。あ、いいですね。はい。結構様になってきましたね。で、ちょっとですね、ここのギュンと入るところが若干この個人的にはもっとズワッと入ってほしいと言いますか。はい。
もっと勢いが溢れている方が好きですので、こういうふうに調整しちゃうのはどうでしょうかね。ここはこうやって持ってきまして、タイムリーマップもこうやって。あ、いいですね。で、ノイズキャンセリングはこうやって微妙に見せといて、キュッキュッっていう感じがいいですね。はい、いいですね。まあ、ちょっとですね、今回この7秒ほどのアニメーションで、作成しました。で、このようにですね、いろいろやってきますが、そうですね、ちょっと全部やってしまいますと、時間が全然足りなくなってしまいますので、とりあえずここからですね、じゃあ、その次、上のコンポに行って、どのように調整していくのか、どのようにですね、もうちょっと華やかな感じにしていくのかっていうのをですね、これからご紹介いたします。ヘッドホン V002 の、例えば、こちらはもうわかりやすいように 3D コンプと名付けておきます。で、こちらにですね、ファイルの命名の仕方として私がお勧めするのは、一番上にですね、00アウト。こちらはもうもう完成形だよ。ファイナルの映像だよ。っていうので、こちらを作っています。で、ファイナルはこのようにして、こういう風になってますね。で、その後に01コンプス。こちらはですね、編集可能な、2D のコンプと 3D のコンプに分かれておりまして、この中にですね、いつも 3D の中にですね、やっておきますと。はい、とりあえず、このフォルダ、03のデモポンプにしておきましょう。で、その中に、3D を入れて、このヘッドフォン V002-3D を入れておきます。で、こちらをですね、新規コンポの中に入れちゃいます。で、名前をですね、ちゃんと変えます。今度は 2D ですので、デモコンプの中に 2D と作ってやっておきます。はい。で、こちらでですね、2D の編集をしていきたいと思います。で、今7秒のアニメーションでファイナルにしておりますので、これ7秒。インアウトをですね、N で、はい、ショートカットキーの N でこのようにですね、範囲をですね、調整できます。では、この中にですね、右クリックで、まず背景を作っていきます。ソリッドで、ブラックソリッド2、OK ですね。はい。で、こちらを下にしますね。で、この中から、グラディエント。グラディエントランプ、こちらですね。こちらをこのように反映させます。でですね、こちら、リニアランプからレディアルランプに変更して、ここにですね、赤いマークがありますので、ここと、こう下ですね。ちょっとわかりづらいんですが、このようにしておきますね。で、こちらをですね、スワップから、色の反転を行います。で、ちょっとですね、ピークの色をですね、例えばこの辺とか、ちょっと暗すぎるなと思ったら、もうちょっとこんな感じ。で、もうちょい黄色い方がいいなと思って、こんな感じですかね。で、若干ですね、ここら辺は後ほど調整いたします。とりあえずこんなもんで、はい、やっておきますね。でですね、ここに対して、いろいろとエフェクトをかけていくんですが、ひとまず、ちょっと重要なエフェクトをいくつか紹介しますが、やっぱりモーションブラーが欲しいと。で、そういう時はこういった、こいつですね。タイムのピクセルモーションブラをこのようにですね、かけておきます。そうすると、どんな変化が現れるのかと言いますと、若干ですね、ここら辺にモーションブラかかってるの分かりますかね。オフにします。はい。オンにします。はい。これ結構いいモーションブラになってるんですよね。で、これ、カメラが寄るときも、このように、モーションブラがですね、かかってきます。いいんですよ。いいですね。いいですね。はい。ただですね、作業的に、ちょっとスペックの低いPC を使うときは、こちらも一番最後にかけていくのがおすすめです。ですので、例えばですね、今回は、ちょっとグローとかをつけてますね。スタイライズのグローをかけて、そうか、ちょっと待ってくださいね。こちらはですね、一番上に調整レイヤーをかけて、そうですね、アジャスメントレイヤーですね。かけて、グローであったりっていうのをかけると、この
ヘッドフォンとバックグラウンド両方にですね、かかりますので、それはこんな感じで、でも、ちょっとこんな感じで、ちょっとですね、後ろの要素が大きすぎるので、若干こんな風な感じで、白の方向に持っていったり、若干暗めにしたりとかしておきます。そうですね。で、アジャスメントレイヤーでこういう風にして、そうすると文字の方もですね、若干かかっているはずなんですが、ちょっとですね、こんな、こんくらいがいいかな。うん。まあまあまあ、こんな感じでいいんじゃないですかね。で、最後にですね、色味的には、ルメトリックカラー、こちらをですね、はい、ちょっとですね、絵を締めます。この中の、クリエイティブの中にある、結構ですね、私はコダック系の、エフェクトが好きなので、だいたい、こんくらいが好きですね。いいですね。そうですね。こんな感じで、最後かけて、ちょっと色味を締めます。ちょっと明るすぎるな。と思ったら、若干ですね、このシャープを10とかに持ってったり、カーブで若干こういう風に締めたりとか。だからちょっとグローが強すぎるので、そうですね。こんな感じですね。ちょっと色味も締まっていい感じですね。はいはいはい。ちょっと見てみましょう。シュッシュッうん。はい、いいと思います。ではですね、ここに、最後にピクセルモーションブラーをかけていきたいと思うのですが、ピクセルモーションブラー。これは、そうか、これはですね、こっちにかけちゃいますね。で、プロジェクトに行きまして、先ほどの 3D のコンポ、こちらの 3D のコンポをですね、また 2D の、コンポジションに移します。で、こちらは名前はですね、3D Depth とやっておきますね。で、この中に、ですね、エクストラクトと入力すると、3D チャンネルエクストラクトというのがですね、現れます。で、そうですね。こうすると、このような感じですね。ちゃんと 3D のですね、が入ってくるんですね。これで、例えば、デプスのですね、こんな感じでできますね。例えば4200にして、ですね、この 2D の中に、こちらをですね、入れ込みますね。はい。で、そして、ここにですね、エフェクトから、ブラーシャープのカメラレンズブラー、こちらを入れます。で、こちらのブラーマップの中にですね、この 3D を入れておきます。若干効いてるのか、ちょっと見づらいんですが、66はちょっとやりすぎかな。20とかにしておきましょうかね。で、多分、インバートブラマップにすると、来ましたね。多分10とかですかね。はいはい。若干ですね、こちらがですね、フォーカルディスタンスが、調整が難しかったんですよね。ちょっと一旦、この辺オフにして見てみますね。
こういったところもございますと。ですね。そうすると、奥側がちゃんとボケていて、もうちょっとここら辺ぼかしたいんですよね。奥に行ってるところは。ですので、ちょっとデプスをもうちょっとですね、調整します。ここもうちょっとはっきりさせたいんだよな。こんな感じ。どうでしょう。若干ボケてますね。おああ、いい感じですね。あ、よかった。よかったよかった。で、こちらをですね、まあ、51もしかする。あ、うん。超はっきりしましたね。あ、いいんじゃないですかね。こんな感じで、できるようになります。そうですね。モーションブラーも切りつつ、で、こちらで見ても、奥がボケつつ、こういう感じですね。で、最後、まあ、なんかちょっとフィルムっぽくしたいなと思う方もいると思います。私は結構フィルムっぽい感じの、ですね、ノイズが入ってるの結構好きですので、そういった場合は、一番上にですね、ブラックソリッドを乗せて、この中にですね、ノイズと入れると、いろいろですね、ノイズが出てくるんですね。ですので、まあ、普通のノイズ、こちらをですね、こうやってドンと入れます。で、例えば、アマウント、まあ、21とかにして、このトグルスイッチモードを押して、こちらをですね、アドを押します。そうすると、粒子の感じ、ノイズの粒子っぽさがですね、このように出てきますね。はい。ただですね、アニメーションしてみると結構、ざらつき加減がちょっとうざったかったりもしますので、まあ、10%くらいにしておきましょう。で、少し感じるくらいのノイズでできたらなと思います。で、ちょっと見てみますと、見るとこんな感じですね。はい。それでは、もう一番最後にですね、このですね、ノイズキャンセリングのこの合間、もうじわーっと回転してる合間ですね、ちょっとここに光をキランと入れたいと思います。で、そういう時はですね、この 3D のコンポの方に戻ります。ちょうどですね、カメラのロテーション、これ U で、こうやって見てて、こういう感じですね。で、例えば、ここら辺3秒から6秒あたりでキランといきたいなと思いますので、まあ、ちょっと4秒からにしておきましょうね。また右クリックで、新規レイヤー追加、ライト。こちらをですね、ポイントライトを追加したいと思います。で、今回白で大丈夫ですね。はい。今ちょっとここら辺が明るくなったのがわかるかと思います。で、カメラをですね、トップに持っていきまして、そうですね、ポジションをこっち側から左から右に行きたいと思います。で、こうですね。で、フロント。で、ちょうど高さ的にはこのですね。で、こちらのポジションをですね、P で、で、6秒で、またトップに持っていって、こうやって、こうやって、このちょうど、こんな感じですかね。で、フロント見て、そうですね。流れ的にはこんな感じ。で、アクティブカメラ。で、例えば、ここから、そうですね。ちょうどちゃんと、キランとは来ているんですが、もうちょっとここにダイレクトに当たってほしいですね。ですので、ここの最初のですね、
Y がもうちょっとこうかな。で、そうすると、はいはい。今来てますね。ちょっとポイントライトのですね、ですね、ライトの色味をですね、こんな感じ。もうちょっと黄色みかかってる、こんな感じですかね。で、インテンシティを200。あ、結構いいかも。そうすると、キランみたいな感じ。じゃあ、こちらでですね、ちょっとプレビューで見てみたいと思います。あ、いいですね。うん。いいと思います。奥側にもちょっとライトが反映してるのがまたね、いいかなと思いますね。はい。で、こちら 2D でもですね、最後、エフェクトがかかっている状態でも確認すると、はい、来てますね。結構いい感じですね。ここら辺にも、ライティングがされているので、なかなか美しい感じにはなっていると思います。はい、こういった感じでですね、一つ一つ、コンポジションを進めていただければなと思っております。はい、今回は結構ですね、長いチュートリアルにはなってしまいましたが、最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。はい。ではまたですね、次回お会いしたいと思います。どうもありがとうございます。